アフターグローの縄張り初潜入縄張りって呼ばないでください。何ですか縄張りって。いえ、なんでもないです。話は軽くみんなにしてあるんで。ごめんね、ランちゃんたちにも来てもらっちゃって。いえ、さすがに生徒会長の呼び出しには逆らえないんで。皆さん集まっていただいて申し訳ありませんでした。よかったらヨロの話聞かせてください。何を話せばいいかあんまり理解してないですけど、ヨロを渡すときはやっぱり寂しい気持ちになりましたね。自分たちの曲が別の人のものになっちゃう感じっていうか。それまでそういう経験したことなかったから、ちょっと複雑な気持ちだったよな。録音する時もなんかいつもとちょっと雰囲気違ったよね。ひーちゃん確か泣いてたよね。そうだったっけ？ひまりちゃんが泣いてたかどうかはわからないけど、なんか私たちの曲が人のものになっちゃうみたいな感じしたよね。うんうん、私も今そんな気持ちかも。けど私たちはパスパレが絶対にあの曲を大事にしてくれるって思えたから、最後は安心して渡せました。それはあったね。で、パスパレバージョンのヨロを初めて聞いた時はなんかすっごい感動したよな。あれは衝撃だったよね。なんていうか、私たちのヨロとは全然違うヨロに会えたっていうか。多分私たちの作ったヨロを私たちと同じ感じでやられても納得できなかったと思います。だけどパスパレはヨロに全く別のストーリーを与えてくれました。別のストーリなんていうか、パスパレならきっとそうしてくれるって信じてました。私たちみんな。パスパレの皆さんを信じてたから、私たちアフターグローの曲がどんな風に変わるんだろうってワクワクしてました。ー。なるほど、そうですよね。どうしたのマヤちゃん。もしかしたら自分たちはまだビビッドキャンバスのことを心の底から信じきれていないのかもしれません。彼女たちが花丸アンダンテに別のストーリーを与えてくれることを。確かにそう言われるとそうかも。なんかね、研究生ちゃんたちが花丸アンダンテを歌ってる時のことを想像するとさ、あやちゃんのネットバージョンが浮かんできちゃうんだ。あやちゃんの振りを真似て、あやちゃんの歌い方を真似してるみたいな。わかります。あやさんの引力ってすごいですからね。花丸アンダンテはあやちゃんみたいに歌わなきゃいけないなんて誰も決めてないのにね。あやちゃんはあやちゃんしかできないよ。だって研究生ちゃんたちはあやちゃんじゃないし。もしかしたらそれってビビッドキャンバスの皆さんにとっても辛いことなのかもしれませんね。あやさんと真正面から比べられることになってしまいますから。さすがに勝ち目ないよね。だったらビビッドキャンバスだけにしか歌えない花丸アンダンテを見つけてもらえばいいんですよ。パスパレの花丸アンダンテとは違うストーリーを持った花丸アンダンテを。なんかひなちゃんってしてきたよ。そうと決まれば研究生ちゃんたちを呼び出しちゃおう。今からですか？私たち先輩だよ。千里ちゃんも言ってたじゃん。この世界は先輩後輩が大事だって。呼び出したら絶対来るでしょ。千里さんが言っていたのはそういう意味ではないと思いますが。とはいえ一刻も早くこのモヤモヤ消したいですからね。連絡してみましょう。場所はどうしましょう？事務所は？事務所はやめた方がいいかもしれません。今ビビッドキャンバスと千里さんが鉢合わせしたらまたややこしいことになってしまうような気がします。そっか、それじゃあ一つ思い当たる場所があります。そこにしましょう。浅尾さん、アフターグローの皆さん、ありがとうございました。すぐちゃんお手柄だよ。
そう言っていただけて何よりです。昨日のネット配信、評判はどうだったんだろう。今まで当たり前みたいに SNS を開けたけど、今はパスパレのアイコンだった人がもっと減ってたら、パスパレの悪口が書かれてたら、どうしよう。怖いよ。あやさん、大丈夫ですか？イブちゃん。教室の窓からあやさんの姿が見えたので、何か私にできることはありませんか？なんかごめんね。こんなの私らしくないよね。それは分かってるんだ。分かってるんだけど。それなら、流星堂の鎧兜を見に行きましょう。あれを見れば、きっとあやさんも元気になると思います。ありがとうね、イブちゃん。なんかね、こんな気持ちになったのって初めてで、自分でもどうしたらいいかわからないんだ。ついこの前、ここでイブちゃんと楽しく SNS を見てたのに、今は、それが怖くて、ファンの人たちの目に、今のパスパレはどう映ってるんだろうって思うと、指がね、動かないの。ねえ、イブちゃん。私って、まだ懐かしのアイドルになってないよね。大丈夫だよね。しっかりしてください。あやさんは、パスパレは、懐かしのアイドルになんてなっていません。私たちは今、パスパレとしてここにいます。イブちゃんは、本当に、いっつも変わらず強いままだよね。私って、ダメダメだな。それは違います。私は、強くなんかない。え？本当は、私だって怖くて仕方ないんです。私は自分がとても弱い人間だということを知っています。だからこそ強い武士に憧れるんです。もっともっと強くなりたいから。イブちゃん。勇気を出して皆さんの反応を見てみましょう。私たちは余計な想像ばかり膨らませてしまって勝手に怖く感じているだけかもしれません。剣道の試合でもよくあります。試合の前は対戦相手が必要以上に強く見えてしまうんですが、試合になって竹刀を合わせた瞬間に相手の実際の力量がわかること、きっとわからないから怖いんです。わからないから怖い。そっか。確かにそうかもしれないね。怖いけど前に進まなきゃだよね。今までだってそうやってきたんだもん。